エモエモ。こんにちは、エモコです。今回は新型 iPad Pro 2022年モデルをレビューします。今年の新型 Pro は去年のモデルと性能があまり変わらないのに価格が4万円くらい値上がってしまったので買わない人の方が多いと思うのですが、今回の新型 Pro には Apple Pencil を画面から浮かせた状態で操作できる Apple Pencil Hover というお絵描き用の液タブと似たような機能が追加されて、お絵描きの作業効率を上げられそうだったので、今回はその機能を試すために購入してみました。一応その機能以外にも中身のパーツが最新の M2 チップになって処理速度が去年よりも2割くらい速くなっているようなのですが、去年のモデルも十分高性能で特に困っていないので Apple Pencil Hover のためだけに20万円近くかけて新型 iPad Pro を買う価値が本当にあるのか、去年のモデルと比較したり実際にお絵描きアプリなどを使って検証してみたいと思います。それでは早速開封していきましょう。環境に配慮してなのか箱を包むビニールがなくなって充電ケーブルの材質が布製に変わっています。 USB-C の AC アダプターと説明書も入っていました。本体の見た目は去年のモデルと全く一緒です。色は2色から選べて、前回はシルバーを選んだので今回はスペースグレーの方にしてみました。それぞれの色の違いはこんな感じです。形も重さも全く一緒なので、これで色まで一緒だったらどちらが新型かわからなくなるところでした。裏側には2眼のカメラがついていて、側面に音量調節ボタン、上側に電源ボタンがついています。他の iPad は電源ボタンに指紋認証がついていますが、Pro は顔認証なので電源ボタンに指紋認証はついていないです。充電ケーブルは USB-C になっています。去年の Pro から変わったところは、中身のパーツが最新の M2 チップになって処理速度が2割くらい速くなったのと、高画質な 4K のプロレス撮影ができるところ、最初に紹介した Apple Pencil Hover の機能が追加されたくらいで、その他は去年とほぼ一緒になります。というわけで見た目も性能も大きく変わっていないのに、価格が為替の影響で数万円高くなってしまったのは少し残念です。ストレージ容量は去年と同じ 256GB を選びましたが、去年は確か14万円くらいで買ったのに今年は19万円くらいになっていて驚きました。私は iPad で絵を描くことが多いので、新機能の Apple Pencil Hover 目当てで購入しましたが、処理速度は去年のモデルでも十分速いし、 iPad で 4K のプロレス撮影もしないと思うので Apple Pencil Hover がなかったら多分買わなかったと思います。正直 iPad に20万円は高すぎる気がするのですが、そろそろ値段が落ち着くのかさらに上がってしまうのかわからないので、買っといてよかったとなるかもしれませんし、買い時が難しいです。電源を入れると初期設定の画面になりますが、すでに iPad や iPhone を持っていればクイックスタート機能で設定を簡単に引き継げます。というわけで前の iPad から設定をまるっとコピーしました。iPad Pro と他の iPad の違いですが、ロック解除が指紋認証ではなく顔認証だったり、高画質なカメラとライダーセンサーで空間を 3D 撮影できたり、上下にスピーカーが4つついていて他の iPad よりも音が良かったり、画面の表示が滑らかに動くプロモーションに対応していて Apple Pencil の書き心地が他の iPad よりも良かったりなど、細かい部分が他の iPad よりも高性能になっています。画面の発色もすごく綺麗で、特に 12.9 インチモデルの方はミニ LED という最新のものが使われていて、黒色がバックライトで白飛びせずちゃんと黒く表示されたり、色のコントラストが綺麗に表示されるので、画面の発色にこだわりたいクリエイターさんには特にいいと思います。それではいよいよ新機能の Apple Pencil Hover を試してみたいと思います。あれ、動かない。ペンをアイコンに近づけるとアイコンがぴょこんと動くらしいのですが、特に何も起こらないです。いろいろ調べたところ iPadOS のバージョンが古いのが原因でした。 Apple Pencil Hover は iPadOS16.1 以降じゃないと使えないので、うまく動かない人は設定アプリで iPadOS をアップデートしてみてください。というわけで iPadOS を最新にしてみました。ちゃんと反応する。アイコンやボタンにペン先
先を近づけるとボタンが少し動いて何のボタンを押そうとしているのか視覚的に分かりやすくなっています。あと純正メモアプリのお絵描きモードでペン先を画面に近づけると筆の太さや色がプレビュー表示されて、何の色をどのくらいの太さで描こうとしているのか画面に描く前に確認できるようになっています。今まではとりあえず画面に一度描いてみて、もしイメージと違ったら一つ前の状態に戻ってイメージ通りになるまで描き直さないといけませんでしたが、新型プロはペン先を画面に近づけるだけでどんな色が塗られるのか確認できるので、何度も描き直す手間が省けて作業効率が上がりそうです。しかも単純に選んだ色が表示されるのではなく、すでに塗られている色と新しく塗る色が混ざった色が表示されるのがすごいです。消しゴムもどんな風に消えるのかちゃんと表示してくれます。ボタンの上にペン先を持っていくとボタンが大きくなってどのボタンを押そうとしているのかが視覚的にわかるので操作ミスも減りそうです。ペン先を画面に近づけるほどボタンが強く反応するので、ペン先と画面の距離を iPad が正確に認識しているようです。パソコン用の液晶ペンタブレットにもペンを浮かせてカーソルを移動できる似たような機能がついていますが、単純にカーソルが動くだけでペン先と画面の距離までは取れていないと思うので iPad Pro のホバー機能の方が精度が高そうです。ペン先を画面に近づけるとボタンが徐々に大きくなり、離すと小さくなるという風にペン先と画面の距離に合わせてボタンの大きさが変わるのが気持ちよくて、想像していたよりもかなりいい感じです。 Apple Pencil Hover は今のところ新型 iPad Pro 限定の機能なので、去年のモデルでは残念ながら使えませんでした。実際に使ってみると思ったよりも便利で、お絵描きの作業効率が上がりそうなのですが、今のところ純正のメモアプリなど一部のアプリでしか使えないので、プロのイラストレーターさんがこの機能を目当てで新型を買っても普段使っているお絵描きアプリが対応するまでは宝の持ち腐れになるかもしれません。試しにいろいろなお絵描きアプリで動作チェックしてみましたが、プロのイラストレーターさんがよく使っているクリップスタジオやアイビスペイントなど定番のお絵描きアプリはまだ Apple Pencil Hover に対応していないようでした。Procreate と Adobe Fresco は Apple Pencil Hover に対応していて、アプリの設定画面でブラシの設定を変えるとブラシのシルエットを表示できるようになりました。ただどちらもブラシのシルエットが表示されるだけで、純正メモアプリのようにブラシの色が表示されたり、すでに塗られている色との混色などは表示してくれないので、まだ完全に対応したわけではなさそうです。このあたりは今後のアプリのアップデートで対応されると思いますが、いつ頃対応するかはお絵描きアプリを作っている会社次第なので、すぐに対応されるかもしれないし、数ヶ月かかってしまうかもしれません。今のところ Apple Pencil Hover に対応していないアプリの方が多いので、個人的には焦って新型に買い替えなくてもいいと思います。Apple Pencil Hover に対応していないお絵描きアプリは去年のモデルと全く同じ描き心地になってしまうので、せっかく新型を買ってもあまり意味がない感じになってしまいそうです。一応他のアプリの使い心地も去年のモデルと比較してみましたが、体感できるような差はほとんど感じられませんでした。左側が新型で右側が去年の旧型ですが、去年のモデルも十分高性能なので 3D のゲームアプリも新型と同じようにサクサク動くし、お絵描きアプリの描き心地もどちらもサクサク描けるので、パッと見ただけだとどちらが新型か見分けがつかないと思います。なので特に Apple Pencil を使う予定がない人は使い心地がほとんど変わらないし、古いモデルを安く買った方がコスパが高いかもしれません。お絵描きアプリの書き心地も Apple Pencil Hover に対応していないアプリだと新型と旧型で全く違いが分からなかったので、個人的には焦って新型を買わずに次のモデルまで待ってもいいと思います。特に去年の iPad Pro を使っている人はせっかく20万円近く出して新型に買い替えてもアプリが Apple Pencil Hover に対応するまで使い心地がほぼ変わらない感じになりそうです。次のモデルが出る頃にはアプリのアップデートが一通り終わって Apple Pencil Hover の性能を最大限に活かせるようになっていると思うので、去年とか一昨年の iPad Pro を使っている人は個人的には次のモデルまで待ってもいいのかなと思います。ただ Apple Pencil Hover 自体は想像していたよりもいい感じだったので、ちゃんとアプリが対応されればボタンの押し間違いや色の塗り間違いが減っ
って作業効率がすごく上がりそうな気がします。今のところ対応アプリが少なくて性能を十分に発揮できていないのが残念ですが、アプリのアップデートを待ちつついろいろと使ってみて便利な使い方を見つけたらまた改めて動画で紹介したいと思います。あと今回の動画では紹介しませんでしたが、新型 iPad Pro と一緒に発売された一番安い普通の iPad も購入したので、後日そちらもレビューする予定です。よかったらチャンネル登録してお待ちください。このチャンネルではおすすめのガジェットやお絵かき関連の動画を投稿しています。この動画が参考になったよという人はチャンネル登録や高評価、コメントなどしてもらえると動画を作る励みになるのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。